この動画は JLC-PCB の提供でお送りします。皆さんいつも回路を作るときどうしてますか？回路の簡単な動作確認ならこういったブレッドボードで回路を組んだりユニバーサル基板を使うこともあるかと思います。もう少しちゃんとやろうと思うとこういった生の基板を用意してパターンを熱転写してエッチング液で銅箔を溶かす、そして回路を作るなんていうやり方もあります。ちなみに以前熱転写の代わりに出力の弱いレーザー彫刻機を使ったことがあります。これは塗装した基板にレーザーを使ってパターンの部分だけ塗料を除去して剥き出しの銅箔をエッチング液で溶かして回路を作るというものです。このやり方はパターン幅の広い回路なら問題なく作れるのですが、パターン幅が 0.5mm とかになってくるとエッチングの調整が難しくなってきます。あと使った後のエッチング液の処理が大変だという問題がありました。エッチング液などの薬液を使わないやり方ですと LPKF などが出している基板加工機を使うやり方があります。これはドリルやエンドミルなどを使って機械的に基板上の銅箔を除去していくやり方です。なかなか精度よく基板を作れるのですが、エンドミルなどの消耗品コストが結構高くなります。今紹介してきたのがこの4つです。これ以上基板をしっかりと作ろうとすると時間、金銭コスト的にも出来上がった基板の品質的にも PCB の製造業者に委託した方が良かったねみたいなことになることが多いと思います。今回なんですけども、レーザーを使ってプリント基板上の銅箔を除去していって回路を作るやり方を紹介します。内容的にはプリント基板の製造業者に委託するか、それとも内製するかの微妙なギャップを埋めるような内容の動画です。こちらが実際にレーザーで作ったプリント基板です。どうですか？結構細かいところまで銅箔の除去ができていると思います。自社内でとりあえず動作検証するためのプリント基板を作るくらいならこれくらいの品質でも問題ないかなとは思いました。実際にこういった基板を作っていく前に今日のスポンサーの紹介です。どうぞ。プリント基板を安く作るのなら JLC-PCB がおすすめです。最近特に多層基板の製造を頑張っていて、皆さんにもぜひ6層基板を使ってほしいとのことです。中国で非常に大規模で作っているので価格はかなり安いです。6層 100×100mm 基板で5枚$35。高密度設計で必須となるパッドオンビアが最近無料で使えるようになりました。6層基板用のクーポンも配布しているので皆さんもぜひ色々と試してみてください。今回はレーザーを使ってプリント基板を自作していくのですが、こちらの装置を使います。レーザーペッカーが出しているレーザー彫刻機のレーザーペッカー LP5 です。レーザー出力としては2つありまして、20W450nm 青色ダイオードレーザーと 20W1064nm のファイバーレーザーがあります。プリント基板上の銅箔を除去していくときにはファイバーレーザーを使います。今回はプリント基板を作るためにこのレーザー彫刻機を使っていますが、本来はもうちょっと違った素材のレーザー彫刻機として使うことを想定しているものです。切断としては薄い金属や金属以外のものの切断、彫刻としては金属や木材、アクリル、革製品などに使えるものです。ちなみに価格は動画撮影時点で41万9000円です。最終的にはそこからさらに価格は安くなって38万9000円まで下がるようです。価格を見てみると趣味で使うようなものではなくて半業務用な機材、そういった扱いになっていると思います。例えばハンドメイドで何か製品を作って売っているとか、会社の中でちょっとした基板のプロトタイプを作りたいとか、そういった人たち向けの商品ですね。ちなみに今回はレーザーペッカーを使っていくんですけども、レーザーを使ったプリント基板の加工機というのは他の会社でも色々やられています。例えば LPKF はレーザーでプリント基板のプロトタイプを作れる加工機を販売しています。卓上タイプもありますし、結構大きめの装置タイプの加工機もあるようです。今回使う製品と比べると LPKF のような専用の機材はもちろん機能面であったり出来上がったものの品質面で見てみると専用の機材を使った方が良いと思います。ただそういった専用機材っていうのは値段は40万円では済みませんからね。私レベルの使い方でとりあえず動作検証ができればいいやくらいの使い方ですと、こういったレーザー加工機としては比較的安いものを使うという選択肢になります。これからプリント基板にレーザーを当ててこの銅箔を飛ばしていくんですけど、作業を始める前に安全確認が必要です。20W というかなり強力なレーザーを使っているので、レーザー光線が目に入らないようにします。こんな感じでレーザー光を減衰するようなものがついているので、それを使っても良いですし、このように一緒に販売しているエンクロージャーを使うこともできます。
あとは排気ですね。素材にレーザーを当てた時に素材が蒸発した時の気体や発熱による煙が出てきます。基本外に排気することになるんですけども、できない場合もあるかと思います。そういった場合は空気清浄機に排気を通す必要があります。これも一緒に売っているものを使いました。では実際こちらのプリント基板上の銅箔を飛ばして回路を作ってみたいと思います。始めていくにあたってまずどれくらいのレーザー強度で照射すれば銅箔が除去できるか、そのあたりの条件出しをしていきます。彫刻機を使うためにはレーザーペッカーが出している専用のソフトを使う必要があります。無料でダウンロード可能です。使い始める前にまず彫刻機とパソコンを接続する必要があります。有線でもつなげますし、こんな感じでですね、設定画面の方で Wi-Fi 経由でもつなぐことができます。こんな感じでピッピ言ってるんですけど、はい、こんな感じでつながりました。画面にですね、青い枠みたいのが表示されていますが、これが彫刻できる範囲内です。ただ今回はプリント基板の銅箔を除去していくんですけども、端っこの方がですね、やっぱりレーザーの焦点が合わないのか、ちゃんと銅箔を削りきれないっていうことが出てるんですね。これは後で実験でもお見せします。ですので実際に彫刻できる範囲っていうのは、だいたいこのくらいの10センチ10センチぐらいのところかなというのが実際使ってみて分かりました。条件出しのために最初銅箔を削ってみようと思います。サイズ的には 10mm×10mm ぐらいの大きさにしておきます。で、適当なところに置いて、今この状態ですと線のところしか銅箔が除去できないので、このフィルを押します。そうすると黒くなりました。この黒いところがレーザーが走るところです。で、印刷前に右下のプレビューを押します。そうすると今レーザー加工機が動き始めましたね。今青いレーザー光線が出ていますが、プレビューのところでこういう風に対象を動かすと、こちらの光線の部分も移動していきます。割とそこそこリアルタイム性は高いですね。この青い位置合わせとは別に、なんか赤いレーザーが出てるの分かりますか？このレーザーはですね、焦点の合わせる距離ですね。本体上部にあるボタンをこんな感じで操作すると焦点のところも移動するようになっています。わかりますか？印刷する対象物をこういう風に乗っけて、そして高さを調整していきます。この赤いレーザー2つ一致したところがちょうどレーザーの焦点が合うところです。条件合わせをしていきます。今回は事前にいろいろ実験をした結果、このような条件が出来上がったプリント基板の品質と加工に必要な時間のバランスがちょうど良くなりました。こちらのレゾリューションは 8K、レーザーの種類は 1064nm のファイバーレーザー。レーザーの周波数は 26kHz ですね。出力は今回は 50% に設定します。こちらレーザースピードですね。ちなみにここのボタンを押すと、デプスになるんですけども、どれくらいの速さでレーザーを動かすかです。ガルバのスキャンの速さですね。今回はだいたい5000ぐらいにしておきます。そして最後、パスというのがあるんですけども、これはレーザーを何回同じ経路で照射するかです。今回だいたい8回ぐらいにするとちょうどいいという風になりました。余裕を見てですね、10回ぐらいにしておきます。ちなみに基板の銅箔の厚さによってパスの数が変わってきます。分厚い銅箔を使っている基板ですと、パスの数を多くしなければならず、加工に時間がかかってしまいます。なので、薄めの銅箔が貼り付けられている基板を使うようにした方が良いです。ではこちらの基板をセットしていきます。基板もですね、よく見てみると結構しなってたり、たわんでたり、曲がってたりすることがあるんですね。そこにレーザーを当てていくと焦点が合わなくなってうまく銅箔を飛ばすことができません。なので、ここ置いたらですね、ちゃんと平面を出すためにジグを使ってしっかりと固定する必要があります。ちなみにこのジグはもともとついているものです。うまいことね、ちゃんと固定してあげましょう。では実際に時間を計りながらスタートしていきたいと思います。じゃあスタート。ちょっとまだ途中なんですけども、もう銅箔ほとんど削れてしまったので、一旦このパスで止めます。はい、ストップ。50秒ですね。取り出して中を見てみましょうか。どうなっているか楽しみですね。こんな感じで銅箔を飛ばすことができました。こちらは銅箔除去の様子を拡大したものです。
1パス目が終わりました。この動作を繰り返して少しずつ導白を除去していきます。導白を除去している時と FR4 を除去している時ではレーザーの照射部の様子がかなり違ってきています。そして除去する素材が変わったので音も変わってきましたね。ここまで来たら導白の除去は完了なので終了します。彫刻機自体の性能検証もしていきます。まず最初にどれくらいの線幅やトレース間の距離の解像度があるかを検証します。こんなパターンを用意しました。今回はキーキャドで作っています。線の太さは 0.1mm、0.15mm、0.2mm、0.25mm の4種類を用意しました。線と線の間のスペースは 0.1mm と線の太さ分のスペースの2種類を用意しています。例えばこちらの 0.25mm の場合ですと、線の太さはすべて 0.25mm。この部分の線と線の間は 0.1mm。そしてこの部分の線と線の間は 0.25mm といった具合です。完成したらキーキャドの機能のプロットで SVG ファイルを出力します。レーザーペッカーのソフトだと SVG をうまく読み込んでくれなかったので、Photoshop とかの画像編集ソフトで白黒の画像にしました。Photoshop でなくてもこの動作ができるソフトならフリーのものでも OK です。出力した画像をレーザーペッカーのソフトに読み込んで、左上にあるトレースイメージで輪郭だけの状態にします。メニューのフィルを選択すると完了です。黒い部分の導白が除去されて、白い部分の線だけが残ります。ソフトのバグかと思うんですけども、例えばこういったパターンを作りたいときに、真ん中の孤立している黒い部分はレーザーの照射がされませんでした。これを解決するおまじないとして、コンバインからユニオンセレクションを選んで完了です。そうすると孤立した黒い部分もしっかりとレーザーを当ててくれます。装置の真ん中に基板を置いて試してみます。結果はこんな感じです。どうでしょうか。 0.1mm については横方向は問題なく導白除去はできているのですが、縦方向の線は導白がほとんど残っていませんね。これはレーザーが操作する方向によるものかと思います。0.15mm はかろうじて繋がっているけどちょっと心配ですね。0.25mm は見た目はほとんど OK です。最後 0.25mm になるともうこれは完璧かと思います。なので実際に使う場合は余裕を見て 0.25mm の線幅を使うと良さそうですね。ちなみに線と線の間は 0.1mm でも 0.25mm でもどちらでも問題なさそうですが、これも余裕を見て 0.25mm にするといいと思います。レーザー自体がどれくらいの精度を持っているかというのはよくわかりましたので、次はどれくらいの範囲までしっかりと使えるのかを見ていきます。先ほどの 0.25mm のパターンをそのまま使いました。これを基板のレーザーが照射できるギリギリの範囲に配置して問題なく導白が除去できるかを確認します。今回はレーザーの照射範囲ぴったりの基板がなかったので、こういった小さめの基板をレーザー照射位置に変えて動かしながら実験をしました。このような結果になりました。上下左右は照射範囲ギリギリまで除去できていますが、斜めの部分がやっぱりダメでしたね。レーザーの焦点が合わなくなっていると思います。レーザーペッカーの商品ページにも作業領域の記載がありました。10cm×10cm くらいがまあ問題なく使える範囲なんでしょうね。スライドエクステンションなんてのもあったので、一辺が 10cm でもう一辺は 10cm 以上に拡張できる余地はありそうです。もう少し小さめのこちらの基板でも試してみました。7cm×10cm です。結果はこのようになりました。全部のエリアで問題なくできています。次は実際の回路を作っていきます。まずは SOT23 の変換基板を作りました。先ほどと同じ手順でレーザーを照射します。今回は基板外形を切り出すような加工もやりました。変換基板には穴開けが必要なんですけども、それはドリルを使ってやりました。一応レーザーを使ってスルーホールの穴開けもできるんですけども、条件出しが難しくて実用レベルではなかったのでドリルを使った方が良いです。これよりも大きい M3 ネジ用の穴とかなら問題なく開けることはできます。結果的にこのようになりました。ちゃんと切り出せていますね。導白なんかもしっかりと出ていますね。ただ切り出す加工では FR4 の単面が焦げています。レーザーの条件出しはまだまだ必要そうですね。基板を切り出していく作業なんですけど、基板を切り出すに従ってレーザーの照射する面がどんどん下に下がっていくんですね。なので焦点が合わなくなってきます。これが条件出しが難しい理由ですね。なので実際にプリント基板を試作するときはあらかじめ基板を使用通りの寸法に切り出しておいて、それにレーザーを照射して導白を除去するといったやり方の方が良いです。
ちなみに切り出した基板を反転すれば両面基板の自作も可能です。ただ穴位置のズレなどがあるとやり直しになるので熟練のテクニックが必要ですね。基本は片面基板でやった方が良いです。他にもこんな基板も試作しました。表面実装部品を載せるための試作基板、スルーホール部品を使うための試作基板です。どちらも問題なく動作しています。これは成功していると言って良いのではないでしょうか。というわけでまとめです。今回レーザーで基板上の銅箔を除去するというのは初めてやりました。レーザー自体の出力が 20W と高く、解像度や位置の精度もしっかりと出ていたので、銅箔の除去自体は問題なくできました。ただ、レーザーの照射範囲が中央からずれてくると、銅箔を除去しきれないなんていう問題も確認できました。基板のサイズが 10cm×10cm ぐらいなら実用上問題ないと思います。あとは価格ですね。40万円近い価格っていうのは趣味で使っているような一般の人には手の出せない領域かと思います。ただ商売で使う人とかこういったのを会社で使うとなると投資はできる金額ですね。現状ではこういった40万円程度で必要最低限でそこそこの性能を持ったものを購入するか、それとも数百万円出して高性能高機能な専用のレーザー加工機を購入するかといったような状況です。必要に応じてどっちを選ぶかは要検討ですけども、社内で小さめのプリント基板を作りたいとか、そういった用途には検討の余地はありそうです。というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すればその後は再生され続けて動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。それではご連絡お待ちしております。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。